はい、今回の動画はマカン GTS が納車された後の具体レビューというのをご紹介したいと思います。 SUV とは思えないスポーティーさが売りの車ですけれども、私自身がいいなと思った点と気になる点をまとめましたのでご紹介いたします。それでは行きましょう。はい、ということでいつもご視聴いただきありがとうございます。車市場好きチャンネルです。早速マカン GTS 乗りながらですけれども、このエンジン音いいですよね。加速マカンはですね、本当にスポーツ SUV としていいところいっぱいあるんですけど、このようにですね、料金所ダッシュも楽しいんですよね。そんなですね、実際にマカン GTS 所有してみて、マカンのいい点4つ、そして気になる点4つそれぞれご紹介していきたいと思います。それでは早速1つ目はですね、 SUV らしからぬハンドリング。これですね、私もですねマカン選ぶときに試乗して実際に乗って一番驚いたのはこの点でした。これまでいろんな SUV 乗ってますけれども、国産車、レクサス、そしてドイツ車である BMW、メルセデスであったりアウディなどの SUV と比べてもですね、格段にポルシェマカンのハンドリングはもうほんとキビキビしていて気持ちいいんですよね。ステアリングを切ったら切った分だけちゃんと曲がるっていうのを結構スポーティーな SUV のレビューで聞くと思うんですけれども、ポルシェマカンはそのレベルが他のメーカーに比べて一段階上に行ってるなっていうのを感じますね。この点一つとってもですね、ぜひ試乗するといいなと思います。それでは続いて2つ目ですね。ポルシェマカン良いところ2つ目は、案外乗り心地いいぞっていうことですね。これはですね、ベースグレードもそうですし、特に GTS であればスポーツエアサスペンションついていますので、走行モードですね、ノーマルにした時とスポーツプラスにした時で足のセッティングが本当に変わるんですけれども、特にノーマルモードで走っている時はもうスポーツカーブランドですかっていう認識で乗るとですね、思いのほか乗り心地が良くてですね、いい意味で驚くと思います。この乗り心地については、私前の車は BMW の3シリーズ M340i 乗っていましたけれども、家族からはマカンの方が乗り心地いいから乗りたいっていう風に言ってもらえるので、やっぱ SUV にするとこういうところがいいのかなっていうのを思いましたね。それでは続いて3つ目の良い点ご紹介したいと思いますが、3つ目はやっぱりエンジンが気持ちいいってことですね。これはですね、さっきの乗り心地がいいっていうのと反するように聞こえるんですけれども、乗り心地がいいけどエンジンも気持ちいい。まずやっぱりポルシェなんで走りが気持ちいいのは、作る車は当たり前だろうというところですけれども、エンジンすごく気持ちいいです。私の乗っているマカン 3GTS であれば V 型6気筒ターボで440馬力の 550Nm 発生するわけですけれども、低回転から当然力強いですし、音もですねスポーツエグゾースト装着なので非常に気持ちいい音がですね味わえるというところで、せっかくなのでマフラーサウンド少しご紹介しますと、こんな感じですね。ここら辺は自分で運転して楽しいよっていう車にやっぱりなってるなっていうところを来てると思うんですよね。このエンジンの気持ちよさがあることによってコーナーから抜けた時の加速と加速音、このフィーリングがですねやっぱり好きだなと思います。それではマカンの良い点4つ目、もうどんどんいっちゃいましょう。4つ目はですね、まさにスポーツ SUV であることだと思いますね。これまでの ①、②、③をですね合わせてやっぱりこの魅力が一番強いと私は思います。ハンドリングのキレが良くて気持ちいいコーナリングができる。そしてコーナーからの立ち上がりはしっかりとしたエンジンパワーとサウンドで楽しませてくれると。ここがですねやっぱりスポーツ SUV だなと思いますし、だからといって乗り心地は犠牲になってないよ、そして SUV なので5人乗れますといったところが
もう総合的に高いレベルで出来上がってるっていうのがやっぱりポルシェマカンの一番の魅力じゃないかなと私は思います。ということでここまでいい点ばっかりお伝えしましたけれども、ここから気になる点ご紹介していきたいと思います。ありますよありますよ。いい車なのは間違いないんですけど、ポルシェマカンの気になる点、早速一つ目はですね、燃費、そして航続距離ですね。これはですね、燃費が悪いことに対して文句を言ってるっていうのはないんですけれども、当然ポルシェなんで燃費いいって期待して乗る人いないと思うんですよね。ですけれども、さっき言ったですね、ポルシェマカン SUV で家族と移動したりすることを目的としている部分もあるわけですから、やっぱりですね、航続距離はそれなりに欲しいですよね。私の運転で、料金所ダッシュとか今やってますけど、ここ気持ちいいんですよね。この回転の盛り上がりが、こういうのやっちゃうんですけど、大体ですね、燃費が街乗りでいうとリッター6キロ、高速で、今みたいなの飛ばしている部分があったとしてもですね、大体9キロから10キロ、本当に安定してたらリッター11ぐらい走りますけれども、そのぐらいなんですね。なので、燃費はいいとしてもですね、ガソリン満タンでだいたい600キロぐらいの航続距離になるんですよね。ですので車で旅行して結構移動した時にはですね、移動した後の目的地でガソリン補給とか帰りの途中にも補給みたいなことを考えておかないといけないっていうのは若干面倒だなっていうのはあると思います。それではポルシェマカンの気になる点2つ目はですね、サイズ、特に横幅、ここになりますね。マカンは全幅が 1925mm あるわけなんですけれども、当然もう 1.9 メートル超えてる時点で横幅あるなっていうのはもちろん出てくると思います。さらにですね、ここにプラスして実際はですね、タイヤの張り出しとかフェンダーとかの形状を含めるとですね、さらに気を使わないとちょっと擦りそうだな、止める場所を選ぶなっていうのがですねあるんですよね。ここは本当に乗ってて気を使う部分だなっていうのを感じてます。そして気になる点3つ目はですね、マカンの車内の広さですね。これも率直に言うと、このサイズ感持ってる SUV にしては車内そんなに広くないです。むしろですね、後部座席に男性の大人3人乗ろうと思ったら結構窮屈だと思いますね。これはですね、私の使い方の場合でもうほとんど5人乗ることはないので支障はないんですけれども、広くはないっていうのはお伝えしておいていいかなと思います。それでは最後ですね、ポルシェマカンの気になる点4つ目は、やっぱりポルシェなんで目立つなっていうところがあると思います。これはですね、別に周囲の目を気にして乗ってるってことはないんですけれども、マカン SUV で家族も乗せて移動できるわけなので、例えばショッピングモールとかにも行きますし、旅行にも行けるし、ということでポルシェマカンやっぱり出番が多くなるんですけれども、今街を走っていて結構輸入車人気なので、 BMW、メルセデス、アウディ、例えばボルボとかもよく見るようになったと思うんですけど、その中でもやっぱりポルシェってまだ数が少ないので珍しい車みたいな感じになってですね、やっぱり街中でいい意味でも、少し気を使う点でも、目立つ部分はあるのかなっていうのはありますかね。当然ちゃんと運転しなきゃ、マナーを守りながらっていうのも含めるといい意味であるんですけれども、やっぱりポルシェ911カレラではないにしても、ポルシェであるっていうことはあると思いますね。はい、ということで今回はですね、ポルシェマカン 3GTS 納車してみて実際に感じた良い点と気になる点4つずつご紹介いたしました。皆様いかがだったでしょうか。コメントなどで感想などを教えていただければ幸いです。やはりですね、このポルシェマカン貴重なスポーツ SUV、 そしてガソリンモデルとして残っているということでですね、これからもですね楽しくドライブしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。今回もご視聴いただきましてありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いいたします。それでは皆さんも良いカーライフを。